ハッピーホリデー。皆さんは良い休日を過ごしてますか？ホラムビはおかげさまでとても有意義な時間を過ごしています。このホリデーシーズンに入り、まるでチャプター5の情報を一気に詰め込むかのように、関連する動画や投稿が次々と公開されています。そしてその中には多くの方が気になっていた重要な情報が意図的に隠されているように見えるものが含まれていました。内容を見ていくとかなりヤバい情報だと感じます。今回はクリスマスに公開されたアンバー氏によるイラストユールをテーマにした1枚について解説と考察を交えながら紹介していきたいと思います。ユールとは、この絵のタイトルにもなっているユールとは、ヨーロッパ地方で冬至における太陽の復活を祝うお祭りのことです。簡単にざっくり言うとクリスマスのことになります。現在の北欧諸国ではクリスマスのことをユールと呼んでいます。そんなお祝いにふさわしく、このイラストはキャラクターたちが暖炉を囲みツリーの装飾を作っている最中の一枚になっています。装飾にはドライオレンジ、ババチョップスの香りであるスターアニス、ポーの香りのシナモンもデコレーションされており、ヨーロッパを代表する伝統的なモチーフとして登場しています。アンバー氏のイラストは毎回思いますが、ゲーム中の彼らの印象とは異なり、とても優しいタッチで描かれていて、見ていると心が温かくなります。前回公開された1時間動画に登場したユールログもこのイラストの中にしっかりと描かれています。アンバー氏によると、このイラストにはこれから登場するゲームのチャプターを示唆するたくさんの秘密が隠されているそうです。つまり意図的にチャプター5への伏線が隠されていることがここではっきりと明言されています。まずは気になるところをいくつかピックアップしてみましょう。プロトタイプ。一番の違和感はこれのはずです。そう、なぜドーイはパンツを履いていないのかというのは冗談です。まずは窓の外にいるプロトタイプです。楽しそうなみんなのことを外から眺めているように見えます。これは去年のサンクスギビングで描かれたドーイを彷彿とさせます。今年はプロトタイプがチキンを切り取る1枚でした。この構図からプロトタイプが現在孤独な立場に置かれていることを示唆しているとも考えられます。さらにプロトタイプの肘の関節に新たなパーツが追加されていることがわかります。これはこれまで確認されていなかった要素です。手首の構造がチャプター5のメインイメージに登場するプロトタイプと同じ形状になっていることから、単純なデザイン変更である可能性も考えられます。また肘の色にも注目したいところです。驚くことにここは黄色で描かれています。これまで黒やシルバー系で統一されていた印象が強かったため、プロトタイプが必ずしも単色ではなくカラフルな要素を持つ可能性も見えてきました。そして何よりプロトタイプがこのようにみんなでワイワイしているイラストに登場するのは初めてです。この配置そのものがチャプター5においてプロトタイプが物語の中心的な存在として立ちはだかることを示唆しているように感じます。野球のボールと棒。これはハロウィンのイラストにも登場したものと同様のものだと思われます。今回はようやく棒の全体が確認できました。電気のマークが描かれていることから電源を必要とする装置であることが推測されます。小型のバッテリーと配線が接続されているように見えますね。さらに棒の部分は伸縮可能でバットのような仕組みになっており、短く畳める構造であることが示唆されています。この棒には野球ボールがついていますが、これはおそらくフェイクだと考えています。重要なのは棒の先端に何かを取り付けられる構造であるという点です。そのため必ずしもボールである必要はありません。これは前回の動画でもお話ししましたが、セグウェイの棒の部分に当たるものだと考えられます。タイヤと棒を接続し、さらに棒の先端に四角いパーツを取り付けて乗り込むことで移動速度が上昇する新アイテムになるというイメージです。ガスマスクと同様に使わないときは棒を縮めて一式としてまとめておくことができる装備だと考察できます。このアイテムの存在は足の非常に速い敵キャラクターが登場する可能性を暗示しているようにも感じます。もしかすると巨大化したキッキンチキンとのスケートボードバトルといった展開が用意されているのかもしれません。ブロンとヤーナビーが鋭い爪でブロンのぬいぐるみを壊しています。明るいイラストの中で強い不穏さを感じさせる描写です。ブロンの目はバツになっており、やられている状態を示唆しています。ゲーム本編ではこのような描写は確認されていません。ではこれは一体何を意味しているのでしょうか。すでに忘れている方も多いかもしれませんが、ピアノザウルスの一日では主人公の象徴としてブロンが描かれていました。そのため一見するとチャプター5でヤーナビーにやられることを示唆しているようにも見えます。しかし
ご存知のように、ヤーナビーはアップデートによって公式から正式にとどめを刺されて殺されてます。つまり、チャプター5本編に直接登場する可能性は低いと考えられます。では、この描写の真意は何なのでしょうか。状況を整理すると、このブロンは被験体であるトーマス・クラークのブロンである可能性があります。そして、リストリクテッド・レストレーションで、ブロンを襲撃した犯人がヤーナビーであることを示唆していると推測できます。この犯人については、当時、切り裂くことのできる爪痕や凶暴性から、ボクシーブーではないかと推測していました。しかし、他にもおもちゃが存在する中で、なぜトーマスだけが攻撃されたのか、その理由はわからないままでした。もし、このイラストが犯人がヤーナビーであることを示しているのだとすれば、襲撃の動機はある程度絞れてきます。ヤーナビーは、ソーヤー博士の命令によって、ブロンであるトーマス・クラークを殺そうとしたのではないかと考えられます。では、なぜトーマスだったのか。理由として考えられるのは、彼がプロトタイプを目撃した人物だったという点です。過去に、キャットナップの被験体であるセオドア・グランベルを、プロトタイプが運んだ際、その場に立ち会っていたのが、当時小児科医だったトーマスでした。プレイタイム社の幹部や、限られた科学者たちはプロトタイプの姿を知っていた一方で、一般職員であるトーマスたちには、トップシークレットとして扱われていた可能性があります。このことから、トーマスは口封じのため、ソーヤー博士に命令されたヤーナビーによって襲撃を受けた、と考察することができそうです。ただし、このイラスト自体が、チャプター5への伏線である以上、トーマス・クラークは、何らかの形で物語に再び関わる可能性も残されています。百合の花。イラストの右側は暗くて見えにくいですが、明るくすると、主に3つの隠された要素が浮かび上がってきます。隠されているということは、あまり見られたくないものである可能性が高いと言えます。したがって、重要な意味を持つものだと感じ取ることができます。まず注目したいのは2枚の絵画です。どちらも、ほとんど確認することができません。アンバー氏の制作過程の動画を確認すると、なぜかこのエリアの絵画についてはカットされています。これは意図的な編集であり、モブ側が特に見せたくなかった部分だと捉えることができます。実際にアンバー氏は、このイラストをモブに確認してもらっていることを明かしており、この明確なカットは、その裏付けとも言えそうです。花の後ろにある絵画は、人物像のようにも見えますが、ほとんど見せる意図が感じられません。百合の花の後ろに配置されていることから、リリー・ラブ・ブレイズを連想させます。では、この人物はリリーなのでしょうか。そこで、手前に描かれている百合の花に注目します。この花は、紫色の百合の花のように見えます。リリー自身も紫色を基調とした存在であるため、この象徴から、絵画の人物がリリーである可能性は高いと考えられます。今の時点では全体像を見せたくないため、人物像はカットしつつ、あえて百合の花だけを残して匂わせている、という演出にも見えてきます。さらに、上の方の絵画には、数字の5が隠されています。これは、このイラストがチャプター5に関するものであることを、改めて示している要素だと言えるでしょう。チャプター4における、ハギーの足組みの描写と同じような、わかる人にはわかる仕掛けです。では、これほどわかりやすい要素まで、なぜまとめてカットされたのでしょうか。それは、先ほどの人物像の詳細を見せたくなかったため、その周辺ごとカットされた可能性が高いと考えられます。下の人物像だけを隠すと不自然になるため、上の絵画も含めて処理した、そんな心理状況が伝わってきます。しかし逆に、考察勢であれば必ず確認するであろう場所に、これだけのフックを残していることから、リリーという存在が、やはり非常に重要な人物であることが、改めて浮かび上がってきます。壁の花。壁の絵画にも注目します。まずは、壁の花です。これは忘れな草に見えます。この花の名前の由来には、中世ヨーロッパの伝承があります。恋人のために花を摘もうとした青年が川に流され、最後に私を忘れないでと叫んだ、という物語です。この伝承から、忘れな草は永遠の記憶、真実の愛、誠実といった花言葉を持つようになりました。次に、丸三角四角の絵です。これはハロウィンのイラストでも登場していました。地下のラボ内のカラーリングと合わせてみると、何らかのシンボルではないかと推測できます。列車の絵にも注目します。ゲームステーションやプロジェクトプレイタイムには登場していないタイプの車両であることがわかります。現時点では、単純に列車そのものの象徴として描かれていると考えています。蝶々は2匹描かれています。蝶々自体の象徴は魂です。地域によって意味合いは異なりますが、このイラストのテーマであるヨーロッパでは、復活を意味するものとして捉えられています。続いて、雲の絵です。
装飾として飾るには不気味で、強い違和感を覚えます。このことから、意図的な意味が込められていると考えられます。この雲は、ハロウィンのイラストから引き続き描かれており、去年から匂わせが続いています。そのため、この雲がチャプター5で登場する可能性はかなり高いと感じます。ポピプレの雲といえば、マミー・ロングレックスが思い浮かびます。彼女の名前の由来は、有名な小説であるダディ・ロングレックスである可能性が高いです。日本では、足長おじさんという名前で知られている作品です。この小説は、孤児院で育った少女が、正体不明の後援者の支援を受けながら成長していく姿を描いています。ポピプレのファンには少し紛らわしいかもしれませんが、もともとダディ・ロングレックスという存在があり、そこからもじった名前をマミーにつけたと考えることもできます。そしてこれはゲーム内で語られているあいつである可能性も浮かび上がってきます。小説の中でも孤児院で後援者を一度だけ見かけた際、背の高い男性の影が長く伸び、その足の影が異様に長く見えたことから、その姿を想像して足長おじさんと呼ぶようになりました。このことからチャプター5では、ダディ・ロングレックスがあの雲のような存在の足の影の正体であることを暗示していると考察することができそうです。そしてやはり目を引くのがこの2枚の絵画です。この絵画のモチーフはタロットカードです。描かれているのは愚か者と剣の10番になります。タロットカードとは単に未来を占うための道具ではなく、人間の今の状況や心理状態を象徴的に可視化するためのものです。大アルカナで全体像をつかみ、小アルカナで細部を読み取ります。ではそれぞれがどのような意味を持つのか、順番に見ていきましょう。愚か者のタロットカード。愚か者が大アルカナであり、剣の10番が小アルカナであることから、まずは愚か者の持つ意味を解説します。タロットカードの愚か者は、大アルカナ0番のカードで、始まり、自由、可能性を象徴しています。正位置では、新しい挑戦や直感に従って前へ進むことを示します。魂の旅路を象徴する旅人、未知の領域を示す賭け、警告を伝える犬。これらの要素が組み合わさることで、恐れと可能性が同時に存在する瞬間が描かれています。つまり、賢さと愚かさが紙一重であることを教えているカードです。失敗のリスクを受け入れた上で踏み出す勇気こそが、成長の原動力になる、そんなメッセージが込められています。今が転機であるなら、軽やかに最初の一歩を選ぶ価値がある。そう読み取ることもできます。ここで改めて押さえておきたいのは、先ほども触れた通り、タロットは人間の未来を予言するものではなく、今の状況や流れを可視化するためのもの、という点です。では、ここで示されている、今が転機であるなら、これの対象者とは誰なのでしょうか。ここで、オリジナルのカードと比べて、異なる点を見てみます。犬が描かれていないこと、背景がプレイタイム社であること、そして、手にポピーの花を持っていること、警告の象徴である犬がいないということは、注意喚起や制止する力が存在しない。もしくは、それが無視されている状態を意味します。また、魂の旅路が工場へ向かっていることを暗示している、とも受け取れます。さらに、その手にはポピーの花が握られています。つまり、この愚か者のカードの真意は、誰かの魂の旅路が、プレイタイム社へ向かっていること、そして、それを止める術が存在していない状態である、と読み解くことができます。ここまでで、大アルカナによる全体像の解釈はできました。では、この対象者は一体誰なのか、あなたは誰だと思いますか？次は、小アルカナの剣の10番を見ていきましょう。剣の10番のタロットカード。このカードの意味としては、破滅、完全な敗北、精神的な限界、そして終わりを象徴します。ただし同時に、これ以上悪くならない最底辺であり、再生の直前でもある、という含みも持っています。悪い意味を強く持つカードではありますが、同時に希望も暗示しているカードです。剣は、物理的な暴力ではなく、精神的、あるいは概念的なダメージを象徴します。10という数は、完結、極限、これ以上進めない段階を表しています。描かれている人物は、抵抗を終えた状態であり、考え抜いた末に限界を迎えた心を表しています。背景の夜空は、夜明けを示しています。これは、これ以上失うものがない状態で迎える、次の始まりの直前にある希望を表していると考えられます。では、オリジナルのカードと比較してみましょう。構図はほとんど同じですが、ここでは剣が1本足りません。つまり、まだ完全には終わりきっていない状態。完全に死ぬ余地が残されている状態だと読み取れます。最後の一撃が対象者である人物に刺さっていないことから、9本までは外的要因や環境、他者によるダメージを示し、
最後の一本は自分自身による決断を象徴していると考えられます。つまり、まだ自分の手で終わらせていない選択権が残されている状態です。言い換えれば、選択を間違えれば完全な終焉を迎える可能性がある。そんなメッセージとしても受け取れます。ここまでを踏まえると、先ほどの愚か者のカードと合わせて次のような構図が見えてきます。このタロットで表されている対象者は、魂の旅路として外部からポピーの花を頼りにやってきた愚か者。未知の領域であるプレイタイム社へ危険を顧みず飛び込んだ存在です。そこには静止する者はいません。その人物は今まさに絶体絶命の状況にあり、選択を間違えれば二度と戻れない地点に立っています。しかし、正しい選択を行うことができれば、長い夜が明け、どん底から希望の道筋が差し込む。そんなメッセージがここには記されていると解釈しました。そして、この条件に当てはまる人物は一人しかいません。そう、主人公です。現在、主人公はハギーに追い詰められ、赤い煙の中で倒れ、まさに絶体絶命の状態にあります。気になるのは、この魂の旅路が何を意味しているのか、という点です。実験体であることを示唆しているのか、それとも、ここへ来ること自体が運命づけられていたのか、このあたりは、まだ考察の余地がありそうです。ルーン文字。額縁に飾られている記号は、ルーン文字です。ルーン文字とは、北欧やゲルマン民族が実際に使用していた文字体系で、一文字ごとに呪術的、象徴的な意味が付けられています。つまり、タロットが絵としての象徴を表しているのに対し、ルーン文字は文字そのものが象徴であるという違いがわかります。実はこれこそが、ホラムビを含む多くの方が知りたかったチャプター5に関する情報だと考えています。ここに書かれている文字自体にももちろん意味はあります。ただし、このイラストにおいては、その意味がほとんど機能していないように感じます。理由としては、壁に描かれたタロットと違い、オリジナルとの差異が存在しないためです。象徴であるがゆえに、解釈は人それぞれです。その意味を自分本位に解釈し、無理にポピプレの世界へ結びつけてしまうと、自分の考えを正当化するだけになってしまう可能性もあります。本来ルーン文字は、並べたり、重ねたりして使われるものです。文字同士を重ねることで象徴として解釈できる意味を持ちます。先ほど触れた、意味がほとんど機能しない理由としては、このアンバー氏のイラストでは、ルーン文字が象徴ではなく言葉として使われているためです。したがってここでは、文字として何かを伝えている、という見方が自然です。このままでは意味がわからないため、一旦アルファベットに置き換えてみます。英語に対応する文字で変換すると、OBTZ となります。一見すると、特に意味を持たない文字列に見えます。そこで、アナグラム化やいくつかの変換方法も試しましたが、いずれも明確な意味を持つ情報にはなりませんでした。次に、アルファベットの順番を数字に置き換える方法を試します。例えば、B はアルファベットの2番目、という変換です。同じように、すべての文字を数字に変換すると、次の並びが浮かび上がります。15、2、20、26。これが何に見えますか？ここで今回の動画や、これまで何度も登場してきたヨーロッパという要素が意味を持ってきます。なぜ、クリスマスではなく、ユールなのか。この数字が表しているのは、日付だと考えられます。ヨーロッパ地域で一般的な日付表記に当てはめると、来年の2月15日という日付が導き出されます。アンバー氏は、このイラストにはチャプター5への伏線がある、と語っています。つまり、この日付が、チャプター5の発売日を示している可能性もあるのではないでしょうか。ARG 開始や、次のトレーラー発表かと思いましたが、最近の動画投稿ラッシュや、前作の制作期間などを考えると、この日付での発売も十分に現実的だと感じます。この動画が参考になったと感じたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。